皆さんこんにちは。今日は以前動画でお話ししたフランス最強の SIM カードと言われているフリーモバイルという会社の SIM カードについてお話しします。もちろんフランスにも日本やアメリカ同様いくつもの SIM カード会社があると思いますが、今回はコスパの良さからこの会社を選びました。そしてこの SIM カード、ヨーロッパを中心にフランス国外でも使用可能とのことで、ヨーロッパをしばらく旅行する方にもおすすめです。実は私は初日に時間の関係で時短で手に入る方法で SIM カードを一つ購入したのですが、その時短という方法がホテルの人に聞いてみたところ、タバコ屋さんで SIM カードを買えるというのです。フランスでは観光客には一般的みたいですね。しかもフランスではどのタバコ屋さんでも SIM カードを売っているというわけではなく、ある限られたタバコ屋さんが SIM カードをお店に置いていて、私たちはもともとホテルの人に言われていたタバコ屋さんに行ったら閉まっていて、次に見つけたタバコ屋さんに行ってみたらうちは置いていないと言われて、そこのタバコ屋さんの人に聞いた売店に行って一つ SIM カードを手に入れることができました。5GB で37ユーロでした。この値段を覚えておいてください。2週間程度の滞在ならまあ十分ですね。それでは話を戻して、フリーモバイルとは、もともと3社あった通信会社市場に定額大容量通信を謳って参入したのがフリーモバイルです。フリーモバイルで契約できるプランは基本的には画像にある3つのプラン、1ヶ月2ユーロ、8.99 ユーロ、19.99 ユーロの3通りです。2ユーロと驚きつつ 50MB ではさすがに容量が足りないので、私たちは2番目の 8.99 ユーロにしました。このプランで 100GB、 破壊的な安さです。ちなみに実際に購入して分かったのですが、この料金とは別に SIM カードの代金として10ユーロかかりますので、実際には12ユーロのプランと 18.99 ユーロ、そして 29.99 ユーロのプランとなります。With nuns。 さらに通話無料というのもとても魅力的ですよね。案外友人とはぐれたとか、待ち合わせやレストランの予約に遅れそうな時、電話は必須。すごく便利です。それでは契約の手順を。その前にフリーモバイルはパリにこれだけあるそうです。ステイしているホテルの近くにあればラッキー。ここでフリーモバイルに行かれる際に準備しておく必要がある4点をお知らせします。1、パリでの滞在住所と郵便番号。ホテルの住所や Airbnb、友人宅などでも OK です。2、クレジットカード。3、E メールアドレス。4、使用されているスマホの SIM カードの形状を知っておくことです。この4点が揃っていれば手続きがスムーズです。店内はこんな感じで機械で SIM カードを発行します。とても便利なのですが、問題点は一つ。この機械がフランス語対応であるということ。フランス語が読める方にはいいかもしれませんが、我々は全くフランス語が読めず、お店のスタッフの方に助けてもらいました。機械から聞かれることはほぼシンプルなことで、1ヶ月の短期利用なのか、1ヶ月以上の長期利用なのか、そしてどの料金プランにするのかなどです。それから10個の電話番号が表示されている中から自分の電話番号を選択したり、そして自分のスマホの SIM カードの形状を選びます。選択肢は2種類。必ずご自身のスマートフォンの SIM カードのサイズを間違いなく選択してください。ここで間違えると10ユーロ払って再発行になります。私たちはそれぞれ iPhone ユーザーなのでナノ SIM を選択。 8.99 ユーロのプランで契約期間は1ヶ月。 SIM カードはナノ SIM で10ユーロ。トータル支払い金額が 18.99 ユーロになると表示されています。よければこのままクレジットカードで支払いへ。その後に自分の E メール、フランスでの滞在先、郵便番号などを入力します。ここまで完了すると SIM カードが出てきます。ここからアクティベート。出てきた SIM カードをスマホに差し込んでパスコードを入力と出てくるので、1234と押せば完了。びっくりするほど簡単でした。私はホテルの近くにある売店みたいなところで購入した
5GB で37ユーロの SIM カードを、主人はフリーモバイルで購入した 100GB で19ユーロのものを1週間ほどパリに滞在して使用してみて気がついたのですが、たまに私の携帯が電波が弱くなったりなくなったりしている時に、主人の電話は電波があったりして、通信の面でもフリーモバイルは安定しているのかなと思いました。それから私たちはパリの後に1週間ほどイタリアに滞在することになっていて、この SIM カード、ヨーロッパを中心にフランス国外でも使用可能とのことで、イタリアで SIM カードを探さなくてもいいという時短もできました。ということで、私ももともと自分が使っていた SIM カードの通信の不安定さが気に食わず、イタリアに飛び立つ前日にフリーモバイルの SIM カードを買い直しました。ちなみにこのプランでヨーロッパを周遊される場合に注意したいのは、 8.99 ユーロのプランで 100GB が使えるわけではなく、フランス以外の国では 10GB を使うことができます。ちなみに 19.99 ユーロのプランだと、フランス国外では 25GB 使用することができます。私たちは1週間程度でのイタリアでは 8.99 ユーロのプランで十分でした。フランス国外での使用方法は簡単で、フランスの国外に着いたら設定の海外ローミングをオンにするだけ。これをすると自動でその国のネットワークに接続されます。フランス国外の使用に関する注意点は一つだけ。提携外の国では使わないことです。参考に、赤い地図のエリアが提携国で、アメリカは入っていますが日本は入っていません。見ての通り、ヨーロッパはほぼカバーしてくれますね。しかし、よく地図を拡大すると、ボスニア、アルバニア、キプロス、モルドバ、コソボはカバーされていませんのでご注意を。こういったカバーしていない国に入る際には、SIM カードを抜く、もしくは海外ローミングをオフにする、またはスマホを機内モードにしておくことで、料金の高額請求を免れます。長くなってしまいましたが、少しでもヨーロッパ旅行の参考にしていただければと思います。それでは皆さん、Thanks for watching。良い一日を。